側の72分の1スケール F100D スーパーセイバーを仮組みレビューしていくのだ。センチュリーシリーズの一つですね。今回はかなり渋い機体が来ましたね。 F100D というとアメリカ空軍のジェット戦闘機なんだけど、長谷川の72分の1スケールはかなり歴史のあるキットになるのだ。現代的な新しいキットというよりは昔ながらのキットという感じでしょうか。まさにそんな感じなのだ。長谷川の F100D は1969年頃に登場したキットで、当時のキットらしく部品点数は少なめ、クラシックな凸モールドになるのだ。昔の長谷川らしいシンプルに機体の形を楽しむキットですね。しかもこのキットは日本国内だけでなく、昔は海外メーカーに OEM されて流通していた実績があるのだ。フロックやミニクラフト、AMT などからも出ていた時期があって、海外でも販売されたキットとして知られているのだ。つまり日本国内のキットでありながら海外のモデラーにも馴染みのあるクラシックキットということですね。その通りなのだ。そして近年の長谷川版で有名なのがやっぱりエリア88シリーズなのだ。ミッキーサイモンの F100D ですね。エリア88のキットとして長谷川のクリエイターワークスからミッキーサイモン機が発売されている。キット自体は昔からの F100D だけど、エリア88のデカールが入ることでかなり印象が変わるのだ。作品ファンにとってはキットの新旧とはまた別の価値がありますね。 F100D の72分の1スケールは長谷川以外にも色々あるのだ。時系列でざっくり見ていくと、まずは長谷川のような古い世代のキットがあって、1982年頃に SC のキットが登場するのだ。 SC の F100D は欧米圏では評価が高い印象があります。そうなのだ。 SC 版は細い大モールドで全体のまとまりも良く、今でも72分の1スケールの F100D では有力なキットとして名前が挙がることが多いのだ。その後は1998年頃に登場したイタレリ版ですね。イタレリの F100D も72分の1では定番の一つなのだ。さらに日本ではタミヤのオーバードコレクションとしても出ていて、これはタミヤの金型というよりイタレリ系のキットとして見るのが分かりやすいのだ。イタレリ OEM はアカデミー版もありますよね。おそらく SC の金型もイタレリにあると思うんだけどね。 SC の金型が移管された時にはすでにイタレリオリジナル金型があったので SC 版は再販されてないのかな。そして比較的新しいところではトランペッターですね。トランペッター版は現代的な大モールドで部品数も多め、動翼やインテーク周りも細かく作られていて、見た目の豪華さではかなり強いのだ。こうして見ると F100D は意外とキットが多い機体ですね。ベトナム戦争の機体としても存在感があるから、プラモデル化には恵まれている方だと思うのだ。ではここで実機の話に入りますか。その前に投稿者的な F100D の印象を少し話しておきたいのだ。最初に知ったきっかけはやはりエリア88ですか。投稿者が F100D スーパーセイバーを初めて知ったのはエリア88でミッキー・サイモンが登場時に乗っていた戦闘機としてなのだ。主人公の風マシンが F8E クルセイダー、ミッキーが F100D という並びですね。ただ当時の印象としては正直そこまでかっこいいとは思っていなかったのだ。少し古いシルエットの戦闘機器という印象があったのかもね。 F100 スーパーセイバーはアメリカのノースアメリカンが開発した戦闘機で、アメリカ空軍のセンチュリーシリーズの一つなのだ。水平飛行で超音速を出せる機体として知られているのだ。 F100D はその中でも本格的な戦闘爆撃機型ですね。 F100D は単なる戦闘機というより戦術爆撃や近接航空支援にも使われたタイプなのだ。特にベトナム戦争では爆弾やロケット弾を積んで地上攻撃任務に使われたイメージが強いのだ。銀色の機体もいいですが、ベトナム迷彩の F100D もかなり似合いますね。最初は地味に見えるけど古いジェット機らしい武骨さがあるのだ。では今回の長谷川版はその F100D をどのくらい表現できているのか仮組みで見ていくわけですね。それでは箱の中身とパーツを確認しながら長谷川72分の1スケール F100D スーパーセイバーの仮組みを始めていくのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の F100D スーパーセイバーなのだ。随分と派手なマーキングですね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、
マーキングは1種類。在欧アメリカ空軍第48戦術戦闘連隊司令官機で1960年のウィリアム・デル参加機となる。なるほど。部品点数は69点。古いキットの割に部品点数はそこそこありますね。では長谷川の72分の1スケール F100D スーパーセイバーの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で2パーツ。操縦席床と座席となるのだ。この他にも計器パネルがあるわけね。計器パネルはデカール表現となるのだ。パイロットはついてますね。操縦桿もついてないので当然乗っていただいた方がいいかな。次はエンジンですね。エンジンといっても排気管のみで今は切り出して終了となるのだ。次はエアインテークかしら。エアインテークも1パーツのみ。これも切り出して終了なのだ。次は主翼水平尾翼胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。貼り合わせたら計器パネルも取り付けね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドになります。凸ながら繊細なモールドとなるのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は5パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼上パーツには境界層板を取り付けるのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなる。やはりシャープな凸モールドです。ここで胴体に主翼を取り付けるわけね。主翼を取り付けたらエアインテークとか排気ノズルを取り付けるのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択はできない。パーツの厚みがありそうですが透明度はどうでしょうか。まあ問題なしなのだ。次は足回りですね。まずは主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと試脚カバーの構成ね。この他にも胴体に取り付けるカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は4パーツ構成となる。タイヤ2個と前脚試脚の構成ね。前脚も胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は細かい部分の取り付けね。機下に気筒管を取り付けてさらに機関銃パネルも取り付ける。右主翼下には給油プローブも取り付けるのだ。最後に吊るし物ね。吊るし物は胴体下と左右主翼に増装が吊るせるのだ。その他にはサイドワインダーを左右2本ずつ吊るすかブルパッドを1本ずつ吊るすかを選ぶのだ。ということで今回は長谷川の72分の1スケール F100D スーパーセイバーを仮組みしてみたのだ。古い長谷川のキットでしたけど実際に仮組みしてみてどうでしたか。率直に言うとやっぱり古いキットではあるのだ。ただ思っていたよりも F100D らしい雰囲気はちゃんと出ていて完成した姿を見るとなかなか味わいのあるキットだと感じたのだ。現代の精密なキットと比べるものではないけれど機体全体のシルエットは楽しめるという感じですね。まずポジティブな部分からまとめるとやっぱり部品点数が少なくて全体の構成がかなりシンプルなのは良いところなのだ。胴体主翼尾翼を組んでいくとすぐに F100D の形が見えてくるので気軽に楽しめるキットなのだ。サクサク形になっていく楽しさはありますね。それから F100D の長い機種低い主翼少し武骨な胴体の感じはちゃんと伝わってくるのだ。細部の精密感ではなく全体の雰囲気で見ればスーパーセイバーらしさは十分にあると思うのだ。凸モールドも今の基準では古い表現ですがクラシックキットとして見ると悪くないですね。むしろティン塗装やベトナム迷彩で仕上げた時に昔の航空機模型らしい味が出そうなのだ。では逆に気になった部分はどうでしょうか。気になる部分はやっぱり古さに集中しているのだ。まずコックピットはかなりあっさりしていたのだ。キャノピーを閉じればそこまで目立たないとはいえ見せ場としては少し寂しいですね。インテークや排気口も奥行きのある表現ではないのだ。足回りや武装類も現在のキットと比べると簡素で細かい再現を求める人には物足りないと思うのだ。合わせ目や隙間の処理もある程度は必要になりそうですね。ネット上のレビューを見ても基本的な評価はかなりはっきりしているのだ。長谷川の F100D は今の基準では古い。これは多くの人が共通して言っているところなのだ。ただし評価が悪い一辺倒というわけではありませんね。そこも大事なのだ。昔作った思い出がある。
海外メーカーの箱で見たことがある長谷川の古いセンチュリーシリーズとして並べたいという模型師的な楽しみ方もあるのだ。単純に出来が良いか悪いかだけでは判断しにくいキットですね。今72分の1の F100D を作りたい場合、ベストキットだけを探すなら SC やイタレリ、トランペッター版なども候補に入ってくるのだ。ただそれらも常に新品で安定して買えるわけではありません。そう考えると長谷川版も選択肢から外す必要はないと思うのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。